こんにちは。いにしえのネイリスト、中山千恵子です。今回はエアブラシのサロンワーク動画は次の動画になるんですけれども、今回の動画ではこちらの桜のエアブラシに使用した桜のマスキングを自分で切っていく動画です。マスキングとはこちらです。このエアブラシを吹いていくときに使うシールの型のようなものですね。こちらはお客様が来る前にカットしておきました。マスキングをカットするときに使用していくのは、細かい部分が切れる、この刃先がくるくるするカッターと、マスキングシート、ガラスの下敷きを使っていきます。下敷きでいいのかな？カッティングボードを使っていきます。で、まずはカッティングボードのこのガラスの表面をかなりきれいにしていきます。マスキングを貼ってカットして剥がしてっていうのを繰り返していくと、粘着剤がどんどんガラス側に残ってしまって、そうするとカッターでマスキング切っていくときにね、つまずく原因になってしまうので、必ずかなり綺麗に、もう表面つるっと何も残っていないぐらい綺麗にするように、表面をしっかりとエタノールで綺麗に拭いています。次にマスキングシートを貼っていきます。マスキングシートは大きい形で売っているので、使う分をまずハサミでカットしていきます。爪に乗せた時にマスキングがしっかり爪全部と指も一緒に覆うぐらいの大きさに切っています。シールを貼るときは粘着面は指であまり触らないようにして、端から徐々に気泡が入らないようにシールを貼っていきます。携帯の表面、ガラスの面に貼っていくシートのような感じで貼っています。気泡が入ってしまうと、そこもまたカッターでモチーフ切っていくときに邪魔になってしまうので、入らないようにぴったりと貼っていきます。それでは次にカッターを使用していきます。カッターはですね、本当に刃先がちっちゃいもので、くるくる回ります。カッターとこの本体が別で、カッターの刃と本体が別なので、まずはカッターの刃の部分を本体に接続します。で、この時カッターの刃の方についている油はそのままついたまま刺しています。油がある方がくるくる回転しやすくなってより切りやすくなるので、油を取らないまま刺しています。早速切っていきます。この刃先がくるくる回るので、この進む方向が変わるときに一瞬止まって、また違う方向に切っていってという風に切っていっております。エアブラシもね、本当に私がサロンに最初アルバイトしていたサロンがあるんですけど、その頃はね、本当にアクリルのスカルプチャーにエアブラシの跡っていうのがすっごい大人気で、ものすごくよくやりました。最近たまにまたエアブラシのオーダーが多いのでね、とっても嬉しいです。こんな感じでサイズ違いでもう一つ桜のお花切っていきます。今回お客様からいただいていたオーダーの内容がエアブラシの桜のアートということだったので、どんな雰囲気で作ろうかなっていうのをまだちょっと自分の中でしっかり固めてなかったのと、お客様ご来店してからお客様にももう一度イメージを聞こうと思っていたので、まずこういうシルエットのような5枚つながった桜のお花と花びら一枚一枚のマスキング両方準備してみました。それではこちらのマスキングを最初にマスキングシートを切った時にあった紙の方の土台のところに戻しておきます。結構ね、このガラスの面から外す時にちょっと力が必要です。粘着がね、あるので
剥がす時も一部分まず最初剥がしたら両手で持って均等に力をかけながら切ったモチーフ部分が変にひび入っちゃったりとか変なとこでちぎれちゃったりとかしないように慎重に剥がしていったら先ほどの紙の台紙のところに戻しています。昔はねエアブラシアートすっごいよく出た頃は本当にものすごい昔あったプリクラのシール台帳みたいなノートわかりますかね。なんかああいうのに貼ってたんですけど、最近はエアブラシのアートそこまでたくさんオーダーがあるわけではないので、こちらの紙を再利用して元に戻しております。マスキングの切ったモチーフの内側部分が残っているので取っていきます。たまにねこの内側部分を使ってアート作る時もあります。もう一個だけ桜の花びら切っていきます。ここ今ちょっとわかりました？ガラスの面にゴミが残っていたりとかシールに気泡が入ってしまうと今みたいにカッターの刃でねうまく切れなくてマスキングが浮いてきちゃってちょっとね切りづらいです。なのでしっかりとガラスの面きれいにしたりシールを気泡入らないように切ったりなど気をつけながらやっております。まだどのマスキングを使うかはちょっと決めてはないんですけれども、マスキング3枚用意してみました。1枚はシルエット風の5枚つながったものと、もう1個は1枚1枚、このサイズよりはねちょっとちっちゃめにカットしてあるんですけれども、散ってる花びらあっても可愛いかなと思って切ったのと、この5枚重ねて拭いたら1枚の桜のお花になるようなマスキングでございます。次の動画ではついになんとサロンワーク動画でございます。またいつものようにオフからプレパレーションしたらヘアブラシアートしていくので、ぜひ次回の動画も楽しみにお待ちいただけたら嬉しいです。今回も最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録まだの方いましたら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。高評価もつけていただけたらとっても喜ぶので、ぜひつけていただきたいです。よろしくお願いします。また次回も見に来てくださいね。それではまたね。